今相場はかなり大きくとリスクオンをしましたけど、今日少しだけ僕は警戒感を感じています。で、特にこのセクターに警戒感を感じていて、いろいろと影響があると思うので、皆さん、解説を数分間したいと思います。今は2時8分、3月30日です。皆さん、特に今日、気づいてほしいチャートがアメリカのナスダックです。で、このナスダック指数を見ると、少し警戒感を感じます。ナスダックがもともと一番大きく下がっていたアメリカの指数です。もちろん、ここはダウジョーンズも下がりました。SP500 も下がりました。だけど特にナスダックが大きく下がって、でナスダックの方が今、この黄色い線と紫の線、200日同平均と100日同平均を両方とも突破しました。で、ここまで上がってきたとき、歴史を見ると、この100日の平均はナスダックの方だと一時下抜けるか上抜けるときにまた反発か下落があるんですね。この2021年の9月を見るとやっぱり100日同平均下抜けた。で、また反発をしました。で、2021年の5月も同じ時でしたね。はい。2021年の3月も同じ風。で、3月の方もここは実は2回ぐらいありました。で、しかもここは2020年の10月もそうでした。この黄色い線はナスダックにとってすっごく敏感な線なので、一応大きくと回復したけど、ここまで来てどうでしょう。テック株大丈夫なのかと僕は心配を今感じています。で、テック株が特にもしここが下がる余地があるとしたら、どういうふうに考えるのか。はい、皆さんこちらの方今僕も、はい、ちょっと頭の中でいろいろフラフラしています。そうですね、特に長期投資としては、例えばね、まだ僕は Facebook とか Twitter とか、いろいろとここは、長期的にはなんか割安な株はまだいっぱい残ってると思います。Facebook、もっと、メタですね、もっと Facebook。ここはまだこの50日度平均にもたどり着いてない。まだまだここは割安だと思っています。で、Twitter の方もこちらの方は、はい、まだまだここは上がり始めたばかりで割安だと思います。しかし、ナスダックがここまで上がった場合だとどうでしょう。少しだけリスクヘッジの時が来たのではないかなって考えています。はい。なので特にこういうリスクヘッジを取るときにどうやって取るのか、ナスダック売る、他の指数を売る、それとも、実は、ナスダックともう一つ相関しているところがあり、ここの方を売ることも考えています。どこなのかというと、特に皆さん、またちょっとこの頃相関係数がナスダックと上がってきたのがビットコインです。で、ビットコインの方を見ると、こちらの方もかなり大きく上がって、200日同平均までたどり着きました。今ちょっとだけ売りが出てます。久しぶりね。一つの案としては、米国のハイテク銘柄を長期投資で持っている場合は、こちらの方で持ちましょう。だけど、短期投資の方でヘッジをしましょう。ヘッジはナスダックの指数 CFT、それとも、ビットコインでもしてもいいかなとも考えています。はい。だから皆さん、特に僕はこちらの方を今考えて、ハイテク、ここまで上がって相場どうだろうね。明日木曜日からアメリカの消費者物価指数が発表される。プラス金曜日に雇用統計が発表され、ちょっとだけリスクが相場に返ってくる可能性もありじゃないかなと考えています。で、リスクが返ってくるときにはやっぱり仮想通貨も一緒に売られるんじゃないかねと少しずつと考えています。はい。特にビットコインの1時間足のチャートを見ると、昨日もせっかくナスダックが上がったんだけど全然上がらなくビットコインは1日中下がってました。ここがちょっと困るんですよね。ナスダックが大きくちゃんと上がっているときに、ビットコインが上がってないのは少しだけ心配を感じます。なので、もしかしてここまで上がってきたビットコインですね。今、相関係数がまた、はい、ナスダックと大きくと上昇していますので、もしかしてここナスダックが少しだけ頭打ちをした場合だとビットコインも一緒に下がり、少しだけ短期投資としてヘッジも考えるべきかなと今、はい、考えています。これはハイテック、株、ビットコイン、リスクアセット全部ですね、かなり大きくと反発しました。今はロシアとウクライナに対しての停戦の協議が進んでいるし、
だんだんと安定した相場になってきた。だけど、これやっぱりいろんな大きな指数が移動平均に近づいてると、なんかちょっとだけここの1週間ぐらいは、そう簡単に上がり続けるのかなっていう僕は違和感を感じていますので、皆さんここからの数日1週間は、この先週と比べてもうちょっとだけリスクを下げてもいいかなと考えています。